じゃあお願いします。お願いします。VAB は何回か取材したことあったんですけど、本当ですか。 VAG ここまでやってる人ほぼ日本にいないんじゃないかなと思って。見ないかもしれない。まあ自分の知らないところで、はい、もしかしたらいらっしゃるかもしれないですけどね。こういう界隈も狭そうですね。ここまでやってらっしゃる方で、はい、まあそこまで野良はいないんじゃないかなっていう。そうですね。でモデルとしては S4 になるんですか。S4 ですね。WRX S4VAG ですね。VAG にもアプライドモデルがいっぱいあって、 A から F まであるんですか。はい、ありすぎてよくわかんないです。これはこれ A 型ですね。土初期ですね。なるほど。結構変わるんですか、その A から F の間で。内装が変わったり、大きく前期後期で分かれてるので。後期ってどこからなんですか。後期は D のはず。じゃあ結構後輩にならないと後期ではないですね。そうですね。でも前期後期も関係ないぐらいいじってあるのでどこまでそれが大事なのかなっていうのもあれですけども、まずフロントがもうみんな憧れるこのバリスエアロ。バリスさんのエアロってこの攻撃的だし、オケもするし、走れもするし、はい、精度もいいし、はい、高いし。高いですね。まずこれ結構色塗り分けてあるんですか。はい、純正のシルバー、アイスシルバーとブラックで塗り分けてます。いろんな色の塗り分け方によっては顔の形が結構印象変わりそうな感じですよね。はい、なのでバリスさんのフロントバンパーは皆さん色の塗り分けが個性豊かな感じで、自分もこれ番犬さん投げるときにどういう塗り分けが一番かっこいいんだろうってちょっと考えちゃいそうなぐらい、ね、塗り分けの範囲が広いんですね。そうですね。ちょっと難しいですね。はい、でもこれが一番なんかこのクロスな感じになって一番かっこいいかなっていうのもありますし、このまず出面がすごいですよね。これすごいですよ。もうどうやったらこれすらずに走れるんだろうと思うぐらい。慣れです。慣れですか。もう、はい、出てる量すごいな。でも純正より5センチ6センチぐらい出てるのかなと。多分そのぐらいは出てるかと思います。控えめに言ってそれぐらいかなっていうぐらい、はい、であとこのカナドがねバリスさんフルエアロキットなので、ここも全部バリスさんですね。そうですね。もう形状もちゃんとバリスさんのバンパーじゃないと合わないやつ感じですね。はい。でこのバリスはね、この裏側はちょっと粗めの折りになってるんで、ここもねかっこいいところでもありますし、あとこのハリボテレーシングのアタック車両はほぼ今つけていらっしゃる方多いんじゃないかなという車のカナドですが、これもよくすらずに走れてるなと。実際擦ってます。擦ってますか。はい、でもあんまり削れてないのはやっぱりさすがここはドライカーボンの恩恵なのかなと。すごい取り付けってこんな感じなんですね。この L 字でこういう感じで付けられるんですね。もともと L 字ステタイプのものを購入したので、やっぱフェンダーがな、これちょっといかつすぎてついついこれは車止めてもずっとフェンダーばっかり見ちゃいそうなぐらいめちゃくちゃ攻撃的だし、もうここだから飛び石すぐ溜まっちゃうんじゃないですかね。これもう現状溜まってますけど砂場ですね。砂場ですねこれ。はい、これで何センチ出てるんですか。片側。片側60です。60。はい、すごい。あとこれもすごいですよね、空間がこれも板金屋泣かせの塵はいいとしてもこの辺のやっぱ合わせ込みはねすごい大変だと思いますし、はい、これもバリスさんのカーボンボンネット。はい、バリスの、VSDC ボンネット。じゃあ一番一応ドライカーボンに近いと言われてるやつですか。セミドライカーボンと言われてるやつ、セミドライカーボン的なやつですよ。ちょっとこれも上げられますか。はい。おお、赤びっくりした。これ補強のブレースかなんか入ってるんですか。もともと純正がカバーがかかってまして、特にダクトとかないんですね。放熱性兼ねてこのタイプのものに交換してます。これもなんか社外で出てるんですか。社外で出てますね。どこメーカーですかこれは。これは分かりません。分かりません。はい、でもなんか結構綺麗にねカットしちゃって、通販で買いました。見た目にも貢献してますし。そうですね。あとこのボンネットが超高級品、バリスさんのVSDC、はい、もう明らかに樹脂が少ないですよね。もうそうです、ね、ほとんど入ってないし、クリアもほぼ吹かれてないので相当高いし硬いしでここは蓋裏蓋されてるんですね。裏蓋してますね。ボルト止めされてるんで、もしサーキットとかになれば外せばもっと熱を出せるみたいな感じなんですね。やっぱいいカーボンボンネットはこういったところもしっかりしてますよね。すっごい、作りしっかりしてますね。絶対バタバタしなさそうな。ちょっとこれ触っていいですかこれ。はい、もうめちゃくちゃ硬いですもんね。わかります。この安いボンネットってここでうにゃうにゃするじゃないですか。どうしても、はい、すごい合成これで、ここもでかい。ここからインタークーラー側に行ってるという感じもあるし、これもまたエンジンもやっぱ低いっすね。 EJ エンジンはEJ じゃない FA だ。これ FA と EJ のエンジンってそんなに違うんですか。 FA は FA で低速からトルクあって楽しいし、 EJ は回さないとちょっとっていう。マフラー音がまず違いますね。変わるんですか。全然 FA の方が静かですね。
あ、静かなんですね。はい、もう同じマフラーもしつけたとしても違う。全然違います。そんなバリバリした音はならない。そうですね。あと燃費がいい気がします。こんなエアロはついてもどれぐらい出るんですか？街乗りで、今13前後。13前後。見た目以上にエコカー。はい。そしてこの辺も車庫長も変わってて、これはクスコですね。クスコなんだ。はい。でこの辺も H ケースの毒キノコがついたり、サクションパイプが寒くとか、あとは透明のこれチタンかな。はい。チタンインテークパイプ。チタンのインテーク。ちょっとずつ膨らんで膨張させてるみたいなパイプなんですね。エロいですね。ね、いや、こういうとこいいですよね、やっぱり。男だけですよ、こんなパイプだけでエロいとか言えるのなかなか車好きで言えないですからね。であとは、ラジエーターもカルソニックかなんかも使って、そうですね。やっぱりこの年式のモデルはやっぱりエンジンルームがザ・スポーツカーというか、こういったところもちゃんと見えるところがいいじゃないですか。はい、変なカバーがあんまりありすぎず。そうですね。でも純正カバー本当はついてたんですけど、この辺置いてるんですけど、割ったので外しました。割れるんだであとコンピューターも変わってる。コンピューターはH ケースのフラッシュエディターを使って原車セッティングしてます。どうなんですか、原車セッティングでどれぐらい馬力出るんですか、これだと。310ぐらいは出てました。でもそれでも燃費が13とか出るんですね、街乗りで。そうですね。エコカーです。この辺はヘッドライトもゴールドパーツというところから出してる。ヘッドライトで遊べるのもいいですね、この車は。であとこっちのやっぱホイールじゃないですか、これは。このフェンダーにこの面で合うフルポリッシュの AME さんですね。いや AME さんのホイールもまた渋いですね。めちゃくちゃ今勢いあっておすすめのホイールなので、ぜひ履いていただきたいです。このフェイスがねやっぱ深い、このフェンダーのおかげもあると思うんですけど、これでサイズどれぐらいなんですか？18インチの 11.5J です。11.5。オフセットは AME さんの方から非公表でお願いしますと言われてます。そこら辺はご相談すればある程度節約してくれる可能性もあると、そういうことですね。いう感じなんです。このフェンダーでこの面ですからね、相当じゃないとこれはここまで出ないんじゃないかなと思いますし、でローターも変わってるし、そっか、この辺が VAG になると片押しのキャリパーになるんですね。そうですね。最初からブレンボが欲しいとかっていう人に限っては VAB とか買った方がお手軽なのかもしれないって感じです。フロントに限っては流用が VAB と聞きますので、聞くんですね。履いてらっしゃる方も結構多いですね。このポリッシュでこのシルバーだと結構洗車も大変そうですね。これはずっと綺麗にしたくなるじゃないですか。こんだけ輝いてるんでポリッシュのこの繊維の角度によってちょっとグレーっぽくなったりもするんで、かっこいいな。でこの後ろも 11.5J ですね。よく入りますね。でも後ろに限っては混んでしまったんで、ワイトレを20かましてます。本当だ。深いインセットを履こうと思うとやっぱりこういったフェンダーを履かないと VAG とかきついんですか？そうですね。なるほどね。この見た目も手に入れられて深いホイールも履けるんだったら、僕だったらワイドにしたいですけどね。これきっと全体で100万ぐらいすると聞いてちょっと泡吹いてましたけどあとはもうこの GT ウィング、もう今 GT ウィングも高騰してるし、中古もないし納期もとんでもないじゃないですか。なんでもうこれも相当かかったんじゃないかなと予想はするんですが、ボルテックスさんのスワンネック、これすごい面積ですね。ここのサイズがかなり空力に反映されると思うんで、これってサイズどれぐらいになるんですか？幅が1700。1700なんですね。そうなんだ。もっとでかいかと思ったらそんなになんですね。まだ見た目もっと大きいかなと。そうなんです。1800ぐらいあるように見えるんですよね。存在感すごいなこれ裏で当て板の補強をしてます。そうなんですね。ちょっとこれ裏見れますか？これトランクもカーボンになってる。バリスさんのカーボンですね。この中に鉄板でいろいろやってらっしゃるんですね。よくこれへこまないですね。相当バリスさんのトランクが強い、あとは裏の補強がちゃんとしてるとしか思えないぐらい、これごと丸ごとバリスさんに変えた方がもしかしたらへこまないかもしれないですね。このワイドフェンダーにしたらボルテックス欲しいですね。ないとちょっと寂しいかなと思うぐらいここの造形とかめちゃくちゃかっこいいですね。これ動画で伝わるかなと思うんですけど、あとこの下にもバリスのもうセットでついてるんですかね。バリスさんのですね。かっこいいし、あとこのリアも色の塗り分けによっては結構デザインが変わってくるんですね。この珍しい R1 チタンマフラー久々に見ました。結構音量ありますか？そうでもないですか？思ったより FA なので静かかもしれません。FA だから静か。エンジンだけかけてもらっていいですか？吹かさなくていいのでちょっと指導音だけ。なるほどね。
確かに奥にある音圧みたいなのがちょっと小さい気がしますね。でもこの車自体が超スポーツというよりかは街乗りも楽しめて耐久性もあって、あとオートマがあるっていうのがやっぱり一番の最大の魅力じゃないですかね。はい、いやいいな。やっぱでも全然エンジン音違ってびっくりしました今。あと内装はこれはもうスバルお得意の男が楽しいこのメーターもねアンバーの感じになってて、デフィがちらりと。またこのブリットもえぐいっすねこれ。これ何モデルになるんでしたっけ？ブリットのゼロシリーズ。あ、ゼロシリーズなの。ゼロシリーズもこれすごいっすね。MS っていうタイプのやつです。すごい、めちゃくちゃ深いですね。やっぱブリットといえばここの深さと、はい、クッション性がいいっていうのがやっぱ魅力的ですよね。ちょっと座っていいですかこれ？はい、大丈夫です。一旦このシートに座るとめちゃくちゃ安心感ありますね。座り心地とホールド性はバッチリです。うん、めちゃくちゃいいですね。スバルの良さはメーター周りが好きですね僕は。あとはどうですか、なんかいじられてるとかありますか？内装はこの視界に入るぐらいで、他は特には何もしてないですね。あとはね、このオートマなんで街乗りも楽だっていうのもありそうですし、あとこれパドルもエクステンションがついてるんですね。そうですね。はいはい。でハンドルも変わってるんですかねこれ？ハンドルもはい変わってます。ハンドルのベース自体は純正で。純正ベースですね。なるほどなるほど。じゃあここだけ変わってるんですね。ここの周りだけ。でも本当に音はちょっと音質やっぱ違いますね。 BRZ とかそういう感じの音ともちょっと違うし、これどういう使い方がやっぱり一番気に入られてますか？車内は広いんで、大人4人乗っても全然、お子さんがいてもご家族で移動してもかなり快適な車で。ファミリーカーですね。ファミリーカーですね、はい、見た目はファミリーカーじゃないですけど、全然ねあ、最後上も黒で塗ってるんですかね？これははい塗装で塗ってますね。いいっすね。この辺もラッピングじゃなくもう塗っちゃうという気合い。もう売る気ないですもんね今のところはね、ここまでやったら多分かかったお金対愛着が買取価格と似合わなくなってくるんじゃないかなっていう。じゃあちょっとぜひ外取りも試乗も行かせてください。はい、はい、お願いします。さあやってまいりました HID 屋さん第3弾。昔ヘッドライトとフォグランプをやった時にめちゃくちゃ明るいのにコスパ良くていいヘッドライトのバルブを紹介できたんで、今回は第3弾ということでこの981シリーズハイビーム側のバルブを送ってもらいました。で純正めちゃくちゃ暗くて、普通のこのねこういったよくあるハロゲンバルブで、まず茶色いね、2800とかのケルビン数なのですごく暗いのと、あと歯切れも悪いしめちゃくちゃ茶色なんで、なるべくね古い車も新しく綺麗に見せたいということで、今回は HID 屋さんの LED バルブのハイビームを紹介します。で交換は簡単なようでちょっと難しくて、ヘッドライトポルシェ系も一回この辺をちょっと一回外してバルブをつけないといけないので、光軸とかあとは保安基準適合じゃないと基本的には変えちゃダメなので、専門店での取り付けをおすすめします。どうでしょう、本当はねウインカーバルブとかも LED にできたらよかったんですけど、ちょっと対応してなくて、 HID 屋さんの LED バルブのウインカーもあるので、そういうのもやるとさらにバック光になるし、この辺のねオレンジがこう見えちゃうんで、この辺をステルス化もできますよって感じです。はい、ちょっと今ハイビームつけてもらっていいですか？こんな感じでちょっとパッシングしてみて。そうそうそう、もう歯切れ最高。やっぱ LED だからその消費電力も低いし、弾も切れづらいし、いろいろメリットしかない。はい、ということで、あまり公道でパッシングをガチャガチャやることないので、今明るいんでね、夜になって暗くなったところのトンネルとか前に車がいないところでパッシングと、あとは純正と比べてねオーナー目線ではどれぐらい明るくなったのかちょっと見てみましょう。はい、ちなみに製品はケイマン用であれば H7 のバルブのもので対応できます。これ6500ケルビンになってるんで、そんなに青すぎず、ほぼ真っ白な色合いです。ではレッツゴー。さあ HID 屋さんのハイビームが生きる場所、この辺も外が暗いから先を照らそうと思った時には最高だと。よいしょ、人いるね。ちょっとハイビームしてみようかな。うえいします。眩しいというか、光軸もパッシリ出てるし、光源がやっぱ LED だとパシパシして注意喚起もできるしいいね。ちなみにこれは H7 バルブのホワイトを使っているので、純正比の約7倍から8倍の高輝度、リアルに7倍を感じるほどの明るさしてるね。純正が暗いというよりかはこのバルブが明るすぎるというだけなのかもしれないけど、
純正はほわっと明るい感じで、こっちははっきり明るい感じかな。パキパキのパキパキ白色なんで、この GoPro を通してなかなか伝わるかわからないんですけど、本当に真っ白。交換したい人はただ明るいだけがいいというよりかは、安全性と消費電力も低くなって色合いも綺麗だから、これをハイビームだけじゃなくてロービームも変えれば、さらに交換した気分はかなり味わえるんじゃないかなと思うので、ぜひこのハイビームでもめちゃくちゃいいなと思った方は普通のバルブもつけてみてください。車種対応してるしてないやつっていうのがあるので、 HID 屋さんの、ホームページから調べることできますので、ぜひチェックしてみてください。対応してない車種はいろいろポン付けできないとかもあるので、対応してるやつに関してはもうほぼヘッドライトを外して取り付けるだけなところもありますが、ヘッドライトのバルブも自分で交換すると危なかったりするので、もし余裕があれば専門のところに任せてみてはいかがでしょうか。それでは概要欄チェックお願いします。に入れて、はい、この見た目でオートマでこの楽に発信できるのがめちゃくちゃ違和感あって面白いあれ、これって CVT ですか？ CVT です。 CVT なんだ。いや S4 意外に欲しい人いるけど、なかなかどういう違いがあるのかなと思って VAB ばっか見てる人多いと思うんですよ。パッと見の印象は全然同じかなと思うんですけど、中身が結構違うんで。でも結局中身なんですね。中身ですね。でもこのやっぱ FA エンジンの良さは燃費もいいし壊れにくい、あとは代替えもいっぱいあるんですかね、もし何かトラブルがあったとしても。そうだと思いますね。でもぶっちゃけこの CVT も頭いいですね。ちょっとマニュアルもさせていただきます。あんま CVT っぽくないですしね。ギアの変速もちゃんとありますしね。はい。なんか VAB はまたちょっとなんか違うそうですよね。これともっと走りたい人とか、そういう人がやっぱり似合う感じなので。でも十分速いですしね、これも。早いですね。速いですね。これ以上普通に街乗りちょっとね楽しみたい人ね、これ以上いらないんじゃないですかね。出だしの加速は S4 の方が速いと思いますね。あ、速いですか。は確かに VAB って上が速いイメージありますもんね。い。はいじってるからなのかわかんないですけど、めちゃくちゃボディ剛性高いですね。結構カチカチですね。剛性に関してはフロントのタワーバーとリアのタワーバーを入れてるだけなので、そこまでガチガチにはしてないんです。もっと硬く感じますね。なんだろう、空力が良すぎて何も怖くない。逆に乗り心地いいですね。さすがポスコの車庫上なんですけど、いやフロントが、はい、12キロでリアが10キロですよね。いや、そのレートを感じないぐらい、あとやっぱりこのスピードが上がれば上がるほどペタッと張り付きますね。そうですね。すごいね、やっぱり。さすがこのウイングとやっぱワリスのエアロは似てじゃないですか。結構エアロも空力も何も考えずにデザインだけでデザインされてるものも多いですけど、さすがバリス。めちゃめちゃ冷たい風が前のグリルもめちゃくちゃでかくなってますし。なんでまた最初 S4 を乗られたんですか？もともと自分ランエボを乗ってたんですね、この前の車が。高校学生の時、乗りたい車が、3つありまして、ER34 80スープラ、ランエボの789ですね、第3世代って言われてるやつですね。で18で ER34 買いまして、お、ER34 買われたんですか？はい。でその次に80スープラおを乗りまして、やっぱ若い頃しか2ドアクーペって乗れないと思ったんで、先に2車種を乗りまして、で最後ランエボを乗り換え。じゃあもう今まで欲しい車は総なめしてきたんですね。一応、はい、夢は叶いましたね。すごい。さらに今だとまたね、値段がめちゃくちゃ上がってると思う。だいぶ上がっちゃいましたね、今。タイミングですね。はい。でもそのタイミングを終えて、また S4 ってどういうタイミングというか。ランエボの車検を、今から3年前ですかね、受けた時に、
次の車検はもう受けないって決めてたんですよ。理由がまあいろいろありまして、ランエボの純正パーツだいぶ値上がりしちゃって、でかつ廃盤品も多い中、まあ、距離もだいぶ走ってまして、十分楽しんだからそろそろしようとしたなと思ったのがまあ最初ですかね。乗り換えるきっかけというか、別に秋田とかではなく、シンプルに今後の維持費とか先々を考えると、まあ、結婚も兼ねて。そうですね。ただやっぱり乗り換える時に次の欲しい車が決まってなくてですね、ランエボから次ってなったら費用的にもねかさむ部分あるじゃないですか。そうですね。やっぱりダウングレードはちょっと悲しいし、みたいな、古くなるのも嫌だしとかいろいろあると思う。ランエボの時の4枚ドアで4駆2リッターターボがやっぱり忘れられなくて、でその時に思いついたのが、まあ、インプレッサー、WRX で、まあ、S4 の存在を知りまして、あ、オートマでいいのあるじゃんと。確かになんか全然オートマでも楽しいんだよなこれ。なんかなんだろう、ちゃんと乗ってる感があるというか、ハドルもしっかりね、結構反応も早いですよねこれ。反応早いですね。なんかやってるんじゃないかと思うぐらい早いんで。WRX、まあ、S4 に決めたんですけど、ご縁がありまして、知人の紹介で S4 を売りたいと、個人売買で売りたいっていう方がいらっしゃいまして、いいですね。車体も色もシルバーを探してたんですね。ああ、ちょうどこの色で。即決しましてもうほぼその時はノーマルだったんですか？ノーマルでした。あフルノーマルのディーラーメンテナンスの車体でとても極上だったので、とても極上車をとても極上車なバリスに変換されるという。全オーナーごめんなさいって感じですね全てほぼ変えてますもんねもう。そうですね。すごいし、やっぱこのね、乗っててこのバリスのフェンダーが思ったより外に出ててちょっとびっくりします。ミラーで見ると相当出てるんで、これは運転慣れというか、あんまり初心者の人が乗ると最初前とかぶつけちゃうんじゃないかなと思うぐらい、なかなか端まで寄せられない。これがあと1930でしたっけ。1930とかになると普通に 350G よりでかいですからね。あ、車幅ですね。車幅、そうですね。1930ですね。加速も全然楽しい。あ、やっぱ中間がトルクあるんだ。3000ぐらいが一番モリモリきますね。そうですね。いや、これ街乗りで楽しむんだったらめっちゃいいなこれ。やっぱ安心だし。いや、どうだろう、これはなんか VAB と VAG を比較するのもジャンルというか、なんかいろいろ買う人の選択肢としてはなんかあんまり別々な気がします。 VAB も良さはありますし、VAG も良さはありますし、ありますね。自分は両方好きですけど、自分がいじりたい方向性を考えた時に、今後のメンテナンスとか維持費を考えると VAG の方が妥当かなっていう。実際 VAB の方がやっぱり 1.5 倍ぐらいやっぱ高いんですかね、車体は。グレードによって結構値段がピンキリというか、中古も今相場結構ばらついてて、最近また上がったような気がしますね。ですよね。なんか見たらもっと安かったイメージだったんですよ。その自分のなんかこれ乗るまでは S4 って言ってもその VAB まではいらないかなぐらいの人が買う、悪く言うと廉価版みたいなイメージだったんですけど、そういうくくりじゃないなと思いました。これはまたなんて言うんでしょう、違った車ですかね。全然違いますね。これはどちらかというと街乗りをなんか流してて気持ちいいで、いじりようもあるし、コスパもいいし、 VAB のパーツを有用できることもできるし、いやめちゃくちゃいいなこれ。なんか足もしっとりしてるし、空力がいいから、合法な速度内でもやっぱ後ろがバタつかないですね。パタ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 ちゃんと抑えてくれる。で今日も風強いのもありますけど、そうですね。スピード以上に空力を感じます。下にペタッと押し付けられる。S4 でもサーキットとか、なんかミニサーキット、街中、箱根とかちょっと流しに行きたくなるなっていう気持ちにちょっとなりますけど、あとは火球かかるのが早いんで回さなくていいですね。そうですね。200-300ぐらいから結構ブースト立ち上がるんで、回す前にもう加速終わってるみたいなどうだろう、なんか比較してこの車と何があるか
バトルになるんだろうっていう。あまりない気がしますね。スポーツタイプのセダン車っていうのはあまりもうないかもしれないですね。なんか海外は人気ですよね、やっぱりそういったそうですね。ちょっとセダンで過激みたいなのが。日本でってなるとスカイラインの 400R とか、はい。もう一時期結構ね注目されてましたけど、まだなんか最近あんまり見なくなったなとか。これはだいぶロマンを感じる人は絶対買ってもらう。なんかこのオートマも全然壊れる気しないですけど、故障とかでどうなんですか？あまり聞かないかもしれないですね。エンジンよりその他のものが壊れるイメージありますね。例えば VAB だとパワーステが油圧なんですよ。これ電動なんだ。はい。はいはいはい。なので電動パワーステだけあって油圧のパワーステに比べたらトラブルは少ないかなというイメージですね。ありがとうございます。ありがとうございます。意外でした。楽しい。